皆さんこんにちは。聞く日本語のあずさです。今回は初めて日本語の先生にインタビューをしたいと思います。主にポッドキャストやリスニングの教材を使った勉強方法について聞いてみたいと思います。それでは早速スタート。今日はなんと記念すべき第1回目のインタビューをしたいと思います。今日インタビューさせていただくのはのりこさんです。のりこさん、今日はどうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、のりこさんはご自身でポッドキャストをメインにした YouTube チャンネル、それからSpotify などでも配信していらっしゃるということで、まずは自己紹介をお願いしてもよろしいですか？はい、今日は本当にありがとうございます。皆さん、聞く日本語を聞いている、見ている皆さん、はじめまして。私はのりこです。オンラインの日本語の先生をやっているんですが、Learn Japanese with のりこというポッドキャストと YouTube チャンネルをやっています。ポッドキャストの方は今年の2月から始めました。あと、YouTube の方は今年の8月からやっています。ポッドキャストの方がもちろんメインで、最初の方は毎日更新していたんですけれども、最近は、2日に1回ですね。2日に1回更新をしているというペースでやっています。そのぐらいかな。はい、ありがとうございます。かなり活動的に更新をされているということで、私もチャンネル拝見させていただいたんですけれども、非常にいろいろなジャンルのお話をされているなと思って、とっても楽しめはい。るポッドキャストになっていますよね。ありがとうございます。それがやっぱり最初の目的とういうか、ん。私自身が楽しめる内容というか、話している人が楽しくないとそれが伝わらないかなと思って、はい。それはとても気をつけて話すようにしています。だから自由に私が話したいことを話すっていう、ポッドキャストなんですけれども、やっぱり私は日本語の先生なので、時には文法の話をしたり、フレーズの話をしたりっていうのも入れながら、自由に話しているポッドキャストになります。そうなんですね。ありがとうございます。はい。今日はいくつかのりこさんに質問をしたいと思います。リスナーの皆はい。さんにもきっと役に立つお話が聞けると思いますので、楽しみに最後まで聞いてくださいね。それでは早速なんですけれども、そもそもなぜポッドキャストを始められたんですか？すごくいい質問ですね。実はいくつか理由があるんですね。一つは、私このポッドキャストを始めた今年の2月の時に、2つの仕事をしていたんです。うん。会社員の仕事と、パートタイムでオンラインで日本語を教えていたんですね。でも、その当時から、その時から決めていたことがあって、今年のどこかの段階で会社員の仕事を辞めて、フルタイムでオンラインをしたい、オンラインの先生をしたい。で、そのための準備として、ポッドキャストを始めたんです。マーケティングといいますか、私のポッドキャストを聞いてくれて、レッスンをしたいっていう人が多分、どこかにいるんじゃないかと思って、そういう目的で一つしました。あとは、私自身がもう本当にポッドキャストが大好きで、英語、スペイン語、あと今韓国語を勉強しているので、いろいろな、素材といいますか、ポッドキャストを聞きます。で、そんな中で、こういうポッドキャスト日本語にもないかなっていう思いから始めました。そうなんですね。ありがとうございはい。ます。のりこさんご自身もたくさんの言語、4カ国語ですか？いや、でもね、お話しされるんちょっとこれ誤ですか？解があるんですけど、今は韓国語だけしか勉強してないですね。で、私、実はイギリスに住んでいるんですけど、イギリスに引っ越してきたばっかりの頃は、もう英語ばっかり勉強していました。で、スペイン語は最近本当にサボっていて、ほぼ忘れちゃった感じがするんですけど、私の旦那さんの母国語なんですね。うですから、実ーん。はスペイン語をもっと勉強しないといけないんですけど、今は韓国語を中心に勉強しています。あ、ありがとうございます。はい。と今、生徒さんを、
個人で教えてらっしゃるんですよね。はい。はい。で、質問なんですけれども、うん普段生徒さんと接する中で、日本語のどのような部分が難しいなと感じますか？あの、これは私が教えていてっていうことですか？それとも生徒さんの立場から生徒さんの立場でですね。うんうん、わかりました。やっぱり、それぞれの生徒さんによって違うのがやっぱり面白いんですけど、まず大きな一つは、その生徒さんの母国語って言いますか、それがとても影響すると思います。皆さんよくわかると思うんだけれども、例えば英語と日本語だけでも、ね、アルファベット文字も違うし、語順も違うから、例えば英語話者の人が日本語を勉強しようとするときには、もう文字からつまずく人は多いですよね。そうそう。あと語順がどうしてもなんでそんな語順になるのかっていう、なんでどうしてっていうところからつまずきやすい生徒さんももちろんいます。あと、私はプライベートレッスンでもだいたい60分のレッスンをやってるんですけど、私のレッスンを受けたいという生徒さんほとんどの、目的というか、困っていることは上手に話せない。または話す時に緊張するとか、そのネイティブの友達と話そうとしてもやっぱり聞き取れないっていう悩みを持ってくる人が多いですね。そこでいきなり友達と、じゃあ今日から日本語で話そうってするんじゃなくって、そのワンクッションっていうのかな。じゃあ最初に先生と練習してから自信をつけたい、自信ですね。自信をつけたいっていう生徒さんがたくさん私のところに来ます。なるほど、なるほど。人によってやっぱり難しいと感じるポイントが違うけれども、おそらく話す時に緊張しちゃうっていう人は、私もよくその日本語を勉強している人たちの中で、聞いたことがある悩みなんですよね。で、そういった中で、その話すことに対してやっぱり先生とまずは練習してからっていうのは非常に効果的な方法だと思います。で、そうですね。で、それがもしできない人、そのレッスンを受けてなくて、例えば個人で趣味として勉強している人たちは、なんかどういったそのスピーキングの練習ができると思いますか？でも実はですね、やっぱり今、オンラインの先生ってたくさん、プラットフォームと、数がいるんですね。で、変な話、先生のプライス、価格もいろいろなんですよ。なので、もしかしたら学生の皆さんとか働いていない皆さんでも、手頃な価格で30分とか会話のレッスンは受けられるとは思います。なので、そういう自分の予算とか、バジェットに合った先生を見つけるのは本当に今可能ですね。あとは、それでもやっぱりどうしてもいろいろな事情があって、一人で勉強しなきゃいけないっていう人には、そこで私のポッドキャストの理由があるんですけど、やっぱりたくさんまずは聞いてみるっていうのをお勧めします。あとはそうですね、私の生徒さんでやっぱり言語交換パートナーを見つけている人はいます。それは本当に自分から積極的に探さないといけないから、ちょっと大変かもしれないんですけれども、例えば、ハロートークとかタンデムっていうようなアプリがあって、そこで登録して、友達、パートナーを探す人もいますね。で、チャットから入る、文字のチャットから入る。それもいいかもしれません。そうですね。私もやっぱりいろんな勉強方法を試してきたんですけれども、どうしてもアウトプットは絶対必要になってくるなと思ったんですね。で、アウトプットって、やっぱり相手がいないと難しいところもあるじゃないですか。はい。だから今の、のりこさんがおっしゃったことは、非常にそうだなと思うところがありまして、やっぱり誰かその練習相手を見つける。で、恥ずかしくてもその練習相手に向かって、簡単なものから試してみるっていう勉強の仕方って、やっぱりどうしても必要なんですね。そう思います。本当にね、バランスでインプットももちろん大切なんですけど、でもその教科書だけ勉強するとか、何かそうですね、読むだけとか漢字の勉強だけ、あと JLPT の勉強だけしてアウトプットしてないと、やっぱり話せないとは思います。だから
本当にその最初の一歩はすごく勇気がいることだと思うんだけれども、一度、自分がいいなと思う先生を見つけられたら、またこの共通の趣味を持っている友達のようなパートナーを見つけることができたら、もうそれは絶対プラスになって少しずつ会話の練習をしていけると思うので、まずはその一歩かな。ありがとうございます。はい。今はアウトプットの話がメインになっちゃったんですけれども、私も普段、ビデオをいろいろポストしてるんですけれども、そういったリスニング教材とかポッドキャストっていうのはやっぱりインプットをする時の、練習になるかなと思うんですよね。で、まずごめんなさい、それからインプットについて少しお話ししたいんですけれども、のりこさんがされているポッドキャストとか、あとは他のリスニング教材を使ったおすすめの勉強方法があったらぜひ聞きたいんですけれども、お願いします。私は、これもインターネットで調べたらよく出てくる言葉なんですけど、リスニングにはパッシブとアクティブリスニングがあると思っていて、パッシブの方は、ただ聞き流す。もし分からなくてもただ聞くっていう感じで、それとは逆にもう一つ一つ意味を分かろうとして聞くっていうアクティブがあると思うんですね。で、それぞれをうまく使うのがいいと思います。どちらか一つじゃなくて両方使う。で、例えば私のようなポッドキャストは、私は自由に話していますので、あまり語彙のコントロールをしてないんですね。だから、聞き流すタイプだと思います。ね、パッシブリスニングだから皆さんが料理を作りながらとか散歩しながら聞ける。ただ他のね先生たちとかいろんな人がいろんなことをやってますので、例えばあるポッドキャストではトランスクリプトがちゃんとあって単語のリストもあって英語訳もある。そういうものを使う時には積極的に読んでいく、聞きながら読んで意味を理解していくっていう方法ができると思います。あとは多分皆さんもやられてるかな。私は時々韓国語の勉強の時に自分のレベルに合ったものを探してシャドーイングをしてみます。それも多分有効ですよね、きっと。そうですね。私もシャドーイングの大ファンなんですね。やっぱりなんて言うんですかね。いきなり相手に向かって話そうとするとつまずいちゃうんですね。だからシャドーイングで何度も練習したフレーズだったら結構自信を持って話すことができるんで、私はシャドーイングすごく大ファンなんですよね。そうですそうです。だからシャドーイングをする時にも多分それに適した教材とか、多分あとは自分のレベルに合ったものがちょっと難しいものがいいと思うんですね。難しすぎるとやっぱりちょっとくじけるので、その辺は気をつけて選ばないといけないと思います。はい、ありがとうございます。はい。それでは次の質問なんですけれども、これからというか今日本語を勉強している人たちに向けてぜひモチベーションが上がるようなメッセージをお願いしたいと思います。いやー、なかなかちょっとかっこいいこと言えないんですけど、自分の経験を言うと、私は本当に若くないです。若くないけど最近、韓国語の勉強を始めました。で年を取っててもどんな状態でも本当に自分の目標とか夢があれば絶対それは達成できると思うんですね。だから私自身韓国語こんなに大変だけど楽しいよ頑張ってるよっていうメッセージをいろいろお伝えしています。ですから皆さんもくじけそうになったりダメだって思うことがあったりいろいろあると思うんですけれども、なんでその言語の勉強を始めたのか、多分目標とか夢が必ずあったはずなんですね。だからそれを思い返しながら、じゃあまたやってみようっていうのを繰り返して少しずつ上手になっていってほしいと思います。はい、非常に心に響く言葉をどうもありがとうございます。諦めないで続けるって大事ですよね。いや、いろいろあります、絶対ね。モチベーションが下がることもあるし、でもきっと続けていれば絶対いいことあると思います。はい。ではのりこさん、本当に今日はどうもありがとうございました。たくさんいいお話が聞けてよかったです。はい、本当に楽しかったです。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、失礼します。失礼します。
のりこさん、本当にありがとうございました。皆さん、いいお話が聞けてよかったですね。きっとモチベーションが上がったと思います。これからもたくさん日本語を聞いて一緒に勉強していきましょうね。それでは、バイバーイ。